皆さんこんにちは。ノマドなチャンネルです。ここはイースター島にある唯一の空港。前回の動画ではイースター島3泊4日の観光の様子をお届けいたしました。まだご覧になっていない人にはぜひ見ていただきたいです。そして今回の動画ではイースター島から帰る飛行機の様子をお届けします。なんと今回はラタム航空のビジネスクラスを利用します。ということで保安検査も終わり、ゲートへ向かっています。この空港、人数が多い割には待つところがあまりないので、立ったまま待っている人がいっぱいいました。ビジネスクラスの恩恵を受けて、優先搭乗でゲートへ向かわせていただきます。機内の紹介をする前に、日本ではあまり耳にしないラタム航空の紹介をしたいと思います。ラタム航空、南米最大の航空会社で、主要なハブチリ・サンティアゴを起点に南米域内にかなり大きなネットワークを持っている航空会社です。ちなみにチリ・サンティアゴからイースター島へのフライトを持っているのはこのラタム航空だけです。独占路線になっています。近距離線だけではなく、このページによれば長距離線も結構な数を持っているようです。全部で25カ国140カ所に飛ばしているそうです。結構多いですよね。南米域内での起点となる空港は、チリのサンティアゴ、ペルーのリマ、それからブラジルのサンパウロを起点に、北米には結構な数、それからヨーロッパ、そしてなんとオーストラリアにもダイレクトな直行便を飛ばしています。いや、42時間かけてわざわざイースター島まで来たわけですが、この直行便に乗ればダイレクトでチリのサンティアゴまで行けたわけですね。いや、実はこの存在自体は知っていたのですが、お値段があまりにも高かったので買うのはちょっと断念しました。そして今回この帰りの便ですが、行き同様エコノミークラスで予約をしていたのですが、ビジネスクラスへのアップグレードの入札をできる機会がありましたので、最低金額で一応札だけ入れてみたところ、なんとこちらが選ばれることになりました。料金は 130US ドルです。ということで、現在の為替に照らすと約2万円ほど。これ結構安くないですか？片道5時間ぐらいかかるんですよね。日本を起点に考えると香港ぐらいまでの距離なので、その距離で2万円でビジネスクラスにアップグレードできると考えると、これは必ずしも高い金額じゃないんじゃないかなと個人的には思いました。話の種にもなりますしね。後から動画で紹介しますが、機材の具合も素晴らしく、また機内サービスも国際線と並ぶほど素晴らしいサービスを受けることができました。ということで LA842 便イースター島からチリ・サンティアゴ行きの飛行機の様子をお届けします。では本編へどうぞ。ということで乗る飛行機が見えてきました。このイースター島の空港、ゲートから搭乗口までは徒歩で行くので、間近に飛行機が見れて個人的にはかなり楽しいです。最後にイオラナの文字に別れを告げて飛行機へ向かいます。さっきまでかなり雨が降っていたので、このタイミングで止んでくれて非常にありがたいです。このラタム航空の機材の塗装、結構シンプルでいいですよね。白がベースにロゴだけかなり目立つような印象です。最後にもう一度イースター島に別れを告げておきます。いや、次はもう来れないかな。これがもしかしたら最後の上陸かもしれません。ということで機内に入りました。222の配列の座席です。最初にまずこれ席に来てびっくりしたんですけど、米俵ぐらい大きい荷物が2つ席にボンボンと置いてあったんですね。でこれ布団なんですけども、国内線でこんな分厚い布団くれるんだと思って感激しました。で左手にはリクライニングを操作できるボタン類が並んでいます。
この辺は他の機材と同様といったところでしょうか。そしてペットボトルの水が1本最初から準備されていました。そしてこちらがアメニティのポーチ。いや、国内線でもアメニティのポーチがあるんですよ。そしてこの柄、これ良くないですか？これなんか見て一目で気に入ってしまったんですけども、なんとなく見た目もカリブ感があるというか、南米感があるというか、で大きさも普段使いにちょうどいい大きさで、いやこれいいなというふうに思いました。モニターの操作をするリモコンはこちらの下に入ってました。コンセントと USB の電源もこちらに。そしてこちらが食事のメニュー。この便は5発なので一応ディナーという扱いなんだと思います。前菜とメニューが2つから選択可能。そして、チリといえばワインということでワインのセレクションもかなりたくさん揃っています。前菜がサーモン、メインはグリルステーキかニョッキから選ぶようになっているようです。いや、置くところがないのでこの布団を前に置いているのですが、モニターの下にあってもかなりの存在感を示しています。でモニターの大きさはちょっと小さいかなと思いましたが、どうでしょう。座席からモニターの距離が結構遠いんですよね。なのでちょっと小さく感じました。足元のスペースはかなり広いです。やっぱり何度見てもこの2つの布団の存在感が半端ないです。アメニティの中身は歯ブラシと耳栓ですかね。あとは靴下とアイマスクが入ってました。中身は至って普通のものが入ってるんですけども、このポーチをいただけるだけでも個人的にはかなり評価が高いかなと思いました。でこの説明書きによると、おそらくこのデザイナーさんがデザインされたというような説明が入ってます。いや、本当にこのデザイン素晴らしいと思います。ありがとうございます。そして今回乗る機材は憤用ボーイング 787-8。欲を言えば座席が窓側だったらもっと良かったのですが、入札で選ばれた身なのでそこには文句は言いません。出発直前、機内は紫にライトアップされていて、なんとなくムーディーな雰囲気が漂います。ちなみにこの日のビジネスクラスは満席でした。おそらく入札で入れたのも数名だったのかもしれません。いや、ラッキーでした。ということで離陸、イースター島を飛び立ちます。そしたらですね、案の定と言いますか、この前に置いていた布団たちがコロコロと足元の方に飛び出してきました。で、これ僕だけじゃなくておそらく全部の席がそうだったと思います。せっかくなのでこの極厚布団を使わせていただきます。こちらが掛け布団ですね。結構しっかりした素材でできていて、かなりあったかいというか保温性が高いものでした。でこちらは枕ですね。ベルトサインが消えましたのでリクライニングにして早速この布団をかぶってみます。いや、これだけでもぐっすり眠れてしまいそうな寝具たちです。いや、何度も言いますがこれ国内線ですからね、驚きですよね。食事の時間がやってまいりましたのでテーブルを広げてみます。このテーブル結構重くて持ち上げるのが割と大変でした。しっかりとした作りのテーブルです。メインは先ほども言いましたが2種類から選ぶようになっています。僕は今回上のステーキをチョイスしました。テーブルにクロスが引かれ食事の準備が整いました。食事は前菜、メイン、サラダ、デザートが一気に配膳されるスタイル。胡椒もその場でかけていただきます。そしてやっぱりチリといえば赤ワインということで、こんなのを持ってこられた日には断れるわけがないということで、もちろんいっぱいお願いしました。ステーキとの相性も良さそうです。
パンの種類もかなりありまして、この細長いスティックみたいなイタリア料理屋によくあるようなやつも選べました。そしてこちらがメインのステーキの様子ということで、まずは赤ワインをいただきます。品種はマルベック。深みがあって美味しい赤ワインです。そしてこちらが前菜のサーモン。これも臭みが全くなくてですね、燻製されたスモークの香りが口いっぱいに広がる、そんな前菜でした。でこちらの黄色いソースはちょっとよく分かんなかったんですけど、ちょっと甘い感じのソースでした。サラダにはこのバルサミコをかけていただきます。そしてこちらがメインのステーキ。ちょっと火が入りすぎかなという感じはありますが、十分柔らかいステーキでした。このソースをつけて赤ワインと一緒にいただくと、当然ながら素晴らしい組み合わせでした。こちらの黄色いものはちょっと何だったのかよく分かりませんでした。そんなに強い味はしなかったと思います。知っている方がいらっしゃったら教えていただきたいです。そしてこちらが最後のデザート。でこれもかなり美味しかったですね。リンゴの果肉がゴロゴロと入っていて、甘すぎずさっぱりとしたデザートです。最後にこちらのチョコレートもいただきました。全体的に客室乗務員の方々の対応は非常に素晴らしかったです。ということで、この飛行機もあっという間にチリ・サンティアゴに近づいてきました。窓の外はもう真っ暗。イースター島とチリ・サンティアゴの間には2時間の時差があります。ということで、非常に満足度の高いラタム航空のビジネスクラスでした。ということで、再びサンティアゴに戻ってきました。明日の朝、また別の飛行機をこの空港から乗るのですが、今日はもう夜遅いので、近くのホテルで一泊したいと思います。ということで、ここから Uber で向かいます。と、地上階で待っていると、ドライバーから3階に来てというふうに言われました。なんか Uber のドライバーは1階ではお客さんを拾えないみたいなことを言っていました。ということで、空港から5分ほどのこのホテルにチェックインします。ということで、部屋はこんな感じ。結構広めの部屋ですよね。ベッドの幅もかなり大きいです。こんな夜遅くにチェックインして、しかも次の日もかなり早く出るのはなんかちょっともったいないぐらいの部屋です。水回りも清潔そのものです。シャワールームも全く問題ないですね。ということで今回の動画はここまで。また次の日に違う国に飛ぶのですが、それは次の動画でご紹介したいと思います。それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。